5月10日から12日まで名古屋京都に行って、名古屋の写真のギャラリーと京都グラフィーという写真祭を見てきました。パルダリウムのチャンネルですよね。何が始まるんですかという感じですが、写真が重要なことはこの入門でも何度も話してきました。パルダリウムにおける写真の重要な点は3つです。パルダリウムの発表がそもそも写真で行われる。動画の時もありますけど、あと IAPLC も写真のコンテストとも言い切ってもいいぐらいですよね。写真で審査が行われる。自生地写真をモチーフに始める時に写真を読む必要がある。写真を読むとは何なのか、そのうち解説しますけど、写真の見方を学ぶ必要がある。そもそもパルダリウムがビジュアル表現である。パルダリウムは音楽ではなくて視覚で見る面がほとんどなので、ビジュアル表現ですね。写真を学ぶと自生地写真を読み取る時にも有用だし、自分でモチーフになるような自然、例えば森だとかを撮影する時にも活かせます。あとはビジュアル表現を学ぶ時に写真がいい題材であると。そんなわけで早速見ていきましょう。京都グラフィーっていうのは何かというと、京都で行われた写真祭なんですけど、京都中に展示がたくさんありまして、こんな感じなんですけど、こういうマップが配られるんですけど、例えば二条城の中で展示が行われたり、あとは京セラ美術館で展示が行われたりします。でこれ展示すごい多くてですね、13箇所もあって、実は2日いても全部回るのはほとんど不可能です。一説によると1週間ぐらいいないとちゃんと全部見るには時間が足りないというような話もあるらしいです。内容も様々でテーマも様々ですね。見たものを紹介していくんですけど、注意点としては僕は写真の専門家でも何でもないのでご注意ください。最初に京セラ美術館に行ったんですけど、村上隆さんの彫刻、これは阿行雲行ですね。金剛力士像っていう呼ばれてるやつ、これはすごかったですね。3メーターぐらいあるんですかね。どうやって作ったんだろうっていう、これがいきなり入り口に置いてあります。で最初に見たのはこの冷蔵庫がとにかく取ってある生活のログみたいなものですね。アイスボックスプラスマイハズバンド、牛尾田徳子さんっていう人の写真ですね。これ展示もよくできていて、この冷蔵庫がですね、とにかく本当に取ってあるんですけど、何か冷蔵庫が意思を持っているかのように見えてくる、何か別のものに見えてくる、そんな展示でした。多分70年代とかに撮られたんだったと思うんですけど、その頃の昔のものなんかも一緒に置いてありました。これうちにあった気がするんですよね。でこの展示はこの川内凛子さんの展示と対になっていて、コラボ展示だったみたいなんですけど、川内凛子さんの展示はこんな感じで、自分の家族を撮っていて、その途中でおじいちゃんの葬式の場面の写真なんかもあるんですけど、で自分の子供が生まれた時の写真とかが展示されているんですけど、そうやって家族のサイクルみたいなものが展示されていて、おそらく生と死みたいなテーマが描かれているものでした。京セラ美術館ではもう一つ川田菊次さんっていうもう高齢な方のアーカイブ的にシリーズがたくさん展示されていたんですけど、この方のテーマは戦後の日本の地図を示すみたいなことが言われていて、そういう何か戦争っぽい写真などがあるんですけど、なかなか難しくてこれが分かったとは言えないんですけど、写真が圧倒的でしたね。なんじゃこりゃというような写真がたくさん展示されていて、それをじっと眺めて考えてみると、これ良かったですね。あと外に出ると村上隆さんのまたこのビトンの上にお花ちゃんが乗ってるっていう、しかも金箔っぽくっていうのがなかなか皮肉が効いてて良かったですね。で村上隆さんの展示もあったので、写真展とは関係ないんですけど見てきました。こういう日本の昔の絵を自分風に復刻したみたいなもので構成されていました。こ
れなんでかっていうとスーパーフラットっていうコンセプトだからですね。スーパーフラットっていうのは日本の昔の絵画、例えば鳥獣戯画だとかそういうものって西洋絵画と違って奥行き感がないんですよね。それは予算がなかったとかなんかいろいろ理由が述べられているんですけど、それが日本のアニメにも引き継がれているといったようなことをスーパーフラットと言っていて、その平面的なものを西洋の現代アートの方に持っていって新しい文脈を作ったと。なので村上隆さんは評価されていると言われています。このドクロすっごい暗いところにあったんですけど、新しいカメラで撮ったら撮れたんですけど、なかなかタイムボカンのドクロみたいですけど異様な感じでしたね。これは立体ですね。圧倒的だったのはビビアン・サッセンですね。ビビアン・サッセンは基本的にはファッション写真の人なんですけど、アフリカに行って黒人のモデルを撮りつつ強い太陽光の下ですっごい影が出る環境で黒人の人とその影の2つのいわば黒い像を撮ると。で服はめちゃめちゃビビッドみたいなそういう感じのものが目立つ人なんですけど、ファッション写真以外にもいろいろ撮っていて、すっごい簡単に言うとシュールレアリズムみたいなものもあるんですけど、何かなんじゃこりゃみたいな光景をこれ自分で作り出しているんですよね。何か物を置いたり物を構成したりして、例えばこの写真なんかは一見見るとこれなんだっていう感じなんですけど、これ多分着替えてる風の途中の写真なんですけど、こんな風には着替えないので、多分この服の形と人の形を操作して何か変な形を作り出して撮っている。あとは写真にペイントしたり写真を切って貼ったりしてですね、コラージュっぽいものを作ったりしたものも展示されていました。これがすごい良かったんですけど、これ何か蝶々が飛んでるみたいに見えるんですけど、この白い部分は実は筆でピッて白く塗ったみたいな感じなんですよ。何で塗ったかはわかんないんですけど、白くピッピッて塗られていて、これが良かったですね。あとはこの写真なんですけど、遠目から見ると何か女性モデルみたいに見えなくもないんですけど、子供に自分の影をオーバーラップさせて何か一つの人間のシルエットを作るみたいになっている。なのでこれ薄めで見るとモデルが歩いてるみたいに見えるんですけど、実は子供に影がオーバーラップしてる。こういうのかっこいいですよね。これも何やってるかわかんないですよね。ただこれこういう光景があったわけではなくて、わざわざこの赤い液体を用意して垂らしていて、こういう写真が撮りたかったんだと思うんですよね。こういうのをテイクフォト、写真を撮ると対比してメイクフォト、写真を作ると言われたりします。これもかっこいいですよね。何なんでしょうね。でサッセンの写真が不思議なので調べてみたんですけど、何かこういう光景を結構鮮やかに鮮明に夢で見るみたいなんですね。で起きた時にそれをスケッチしてその見た夢を写真にするというようなことをインタビューで言っていました。本当かどうかはわかんないんですけど、そういう発想はシュールレアリズムっぽい感じがします。あとこれですよね。植物が関係してると見てしまいますけど、こういう光景があるわけじゃないんですよ。多分わざわざこの服を持ってきて植物と絡めて、でこの配置もすごい計算されていて、何か撮りたいこういうものがあってそれを作って写真に撮るというものです。次に見たのがピエリー・アルドゥアンっていう人の種子は語るっていうものなんですけど、パリ国立自然史博物館所蔵の種、あとは京都近郊の農家から入手した種などの世界中の種子のポートレートを展示したものです。種ってすごいちっちゃいですから、それがこのサイズって言っても写真だとわかんないんですけど、これ縦2メーターぐらいあるんですけど、ここまで印刷するっていうことはかなりの倍率で撮影しないといけないですから、超マクロ撮影ですね。こういう種が大きく印刷されたものがたくさん展示されていると。でこの種なんだろうと思ったんですけど、これじゃがいもの種らしいです。でここ二条城の中のどこかの家屋みたいなとこなんですけど、この障子のライトがすごいいいんですよね。そこに展示されていると。これはライティングの勝利っていう感じがしました。あとはこんなハンターハンターに出てきそうな種があったり、
いやこれすごいですよね。あとはこれは女性の裸体と似てるってことだと思うんですけど、こういう風にクローズアップすると見えない世界が見えてきて、種は宇宙だみたいなことが書いてありました。確かにこの展示も宇宙っぽい感じになってますね。あと見たのがジェームス・モリソン、子供たちの眠る場所というものなんですが、世界中の子供たちのポートレートとベッドルームを撮影したものです。例えばこの子はスパイダーマンのファンでスパイダーマンだらけの部屋にいると。これはブラジルのアマゾン川流域に住むクラホ族の子供であると。クラホ族の子供はこういうところに住んでいると。あとこの部屋すごかったですね。このパンクに目覚めちゃった女の子の部屋はこういう部屋だと。これ写真を僕が写真に撮ってるんですけど、なかなかリアリティありますよね。この人は何か団体活動に目覚めちゃってやばいことになっているみたいな感じだったと思うんですけど、部屋を見ると確かになんかやばそうな感じがすると。この展示は多分なんですけど、展示されているサイズがリアルスケールっぽい感じだったんですよね。厳密にはそうじゃないとは思いますが、部屋を表すので印刷も実際の部屋の大きさに近いようにされていたように見えました。あとはクラウディア・アンドゥハルという人のアマゾンの先住民ヤノマミ族を50年以上撮影しているという人の展示がありました。この展示はなんか展示が分かりづらくてドキュメンタリーの放映がメインなのかなっていう感じだったんですけど、こういった赤外線フィルムで撮られたなんじゃこりゃみたいな写真がたくさんあっておーっていう感じだったんですけど、なんで赤外線フィルムで撮られているのかは分かりませんでした。これ京都グラフィーのトップのキービジュアルに使われている写真ですね。ざっと振り返っていくんですけど、どの展示も超考えられたテーマがあって、そのテーマを捉えた写真を全力で最も適した形態を考えて展示すると、そういったものですね。そうするといわば世界のこれまで見えていなかった断面が表に出てくる写真なので、すると見た人の中に新しい何か1ページができて、そうやって世界の認識が更新されていく。そういうのって写真だと何気ない日常を撮っていますみたいな人が結構いるんですけど、そういった人たちの日常スナップみたいなものからはなかなか起こらない現象ですよね。でこういった展示の時って例えばこれはカメラがどうだとか、このレンズはボケ味が素晴らしいとか、そういう話には基本はなんないんですよね。もちろん大きく印刷する必要があるので高画素のカメラで撮るとか、その展示形態ややりたいことによってカメラの選択は変わってくると思うんですけど、ただこの高いカメラで高いレンズで撮んないとこうならないとかいう話にはまずはならないんですよね。それよりもどういうテーマでどういうものが撮られたのかっていう話がメインなんですよね。写真の場合よく言われるのが、カメラの話は多いけど写真の話はあまりないってことですね。これは結構面白いですよね。本来的には音楽で言ったら音楽の内容の方が重要なはずなのに、ほとんど楽器の話ばっかりしてるっていうのと同じ話です。写真の場合はなぜかカメラの話が多いと。これなんでかというと、まず写真の話はしづらいっていうのがありますよね。内容の話なので。例えばパルダリウムに例えるなら、あるパルダリウムがあった時にそれを評価するのは難しい、これは好みですというぐらいしか通常はない。なんだけど例えばこの植物を入手してという話はしやすい。そういうのに似てると思います。今後話すかもしれないんですけど、カメラは基本的にどのカメラで撮ってもそんなに変わんないんですよね。例外はいろいろあるんですけど、にしてもそんなに変わりません。どれで撮ってもなんですけど、微妙には違うんですよね。その微妙な差異っていうのが重要だとも言えるし、例えば今回紹介したような写真家の人たちはこだわってはいると思うんですけど、結果としての展示を見た時におそらくレンズが他のものであったりカメラが別のものであってもそんなには変わんないはずなんですよね、評価っていうのは。なんだけどその微妙な差異でしかないカメラのスペックとかレンズのちょっとした写りの違いとか、
か、そういった話ばかりが多くなっている、そういう現状があります。もちろんそれがダメってことではないんですけど、カメラの話をしても写真はうまくならないし、新しい世界は見えてこないわけです。なんですけど、写真においては写真集の世界があって、今回紹介した展示みたいに何かテーマを持って編集された写真集があって、そこに収録されている写真はアテンションエコノミーと言われる今の時代の下でいかに人の注目を引くかに特化した、いわば引っ掛けるための写真ではなくて、新しい世界の断面を見せるようなものがあるんですね。そういう写真集の世界があると。今回紹介した展示では種を取ったものなど分かりやすいものもあったんですけど、なんかすごいけど全く分からんっていうものも多数でした。これが写真を読む力があったり教養がある人だと、なるほどってなったりするんですよね。こういう分からないけどなんかすごそう、なんかすごいみたいなものとどれぐらい向き合えるか、出会えるか、考えていけるか、そういったことがアテンションエコノミー化でとにかく分かりやすくて実用的で即時性があるものが求められがちな現在、おろそかにされているんじゃないかと思うんですよね。そういった意味でもなんかすごいけどよくわからんみたいなものがたくさんある写真集の世界は結構おすすめしたいですね。あと写真って広告との結びつきが強いんですよね。紹介したサッセンもファッション写真の人なので広告の仕事をしているはずなんですよね。そうすると写真には引っ掛ける写真とそうじゃない写真があると一旦区別できます。でこれを展開すると SNS の話になってあと30分ぐらい話さないといけなくなるのでこの辺にするんですけど、 SNS でパルダリウムを発表するときこういう時代性を考えないといけなくなってきますよね。そういうことを考えた3日間でした。